皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。先日子供のクリスマスプレゼントを買いに行ったはずが、気がついたらこれを持ってレジに並んでいたというキット。それがこのタミヤから発売されたばかりの新型フェアレディ Z です。時が来るまで我慢なんてできるはずもなく、箱を開けてしまいました。早速どんな車なのか紐解いていきましょう。1969年に S30 型が発売されて以来、世界のスポーツカーファンを魅了し続けている日産フェアレディ Z。 2020年9月にプロトタイプが発表され、2022年1月には東京オートサロンで日本仕様がついにデビューしたのです。 RZ34 の形式を持つ新型のグレードは、ミッションのみのバージョン S、オートマのみのバージョン T、そして最上級のバージョン ST という構成。デザインは伝統と最新技術の融合をテーマに、ロングノーズショートデッキの2ドアファストバック型クーペの基本的なフォルムはもちろん、長方形のラジエーターグリルや中央が盛り上がったエンジンフードは S30 型の造形を引き継いでいます。ランプも S30 型のヘッドランプカバーの反射で浮かび上がるアイラインがモチーフ。一方リアコンビランプは Z32 型をイメージ。またルーフサイドにあるシルバーカラーのフィニッシャーは日本刀の質感を再現。エンジンは405馬力の3リッター V 型6気筒ツインターボ。ボディは剛性を高めるとともに軽量化。室内では歴代 Z のイメージを引き継いだ3連サブメーターを配置。全グレードに数々の先進運転支援システムを標準装備し、車の電動化が進む中、ピュアエンジンにこだわった新型フェアレディ Z は世界中のファンの喝采を博したのです。早速まずは仮組みから。箱を開けてまず感じたのが、最新のタミヤのキットらしくパーツが細分化され、ギュギュッと詰め込まれている感覚。パーツが入った袋を開け、手に取っていくたびに驚きと感動の連続でした。仮組みは足回り、そしてボディの順に進めていきます。最新のキットですので、インテリアは省略。全体的なフォルムと車高をはじめとした足回りの確認を目的とします。足回りに関してですが、キャリパーまでもが別パーツとなっているこだわりの構成。ミッションケースも別パーツになっていて、シャシー裏の塗装がとてもしやすいと感じました。ボディパーツに関しては、ルーフパーツをはじめとしたフロント、リア、サイドのパーツが別となっていて、これも塗装を意識した構成に。ウィンドウは外側からはめ込む仕様で、塗装をしやすいのはもちろん、寸分の狂いもなく、ピタッと吸い付くようにボディにはめ込むことができます。どのパーツも寸分の狂いもなくぴったり組み立てることができ、ストレスフリーですし、ここまで細分化されていると塗装もしやすいはず。なおかつとても作りやすく、簡単にリアルな新型 Z を組み上げることができるかと思いました。作り手のことを第一に考えたパーツ構成は、これぞ世界のタミヤと言わざるを得ないもの。いつも古いキットばかり作っているプラモの時間としては、カーモデルはここまで進化したのかと驚きの連続でした。まずは筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に。なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を
明確につけるため 0.2mm の超高ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたら、ヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いてボディの調整加工です。まずは画像矢印部分のゲート痕を処理していきます。せっかくのタミヤの新作ですので、抜かりなく整えていきましょう。ゲート処理は粗めのペーパーヤスリで削り取り、320番、800番、1500番と順に番手を上げつつ整えていきます。トランク部分にフロントフェイス取り付け部分、フロントウィンドウ取り付け部分などにゲート痕がありますので、フォルムを崩さないように注意しながら丁寧に削り取っていきます。サイドシール裏側やフェンダー裏側などバリとまではいきませんが、エッジが鋭くなっているので1500番のペーパーヤスリで滑らかなエッジにし、塗装に備えておきます。他にも説明書指定穴あけ加工をリアスポイラー部分に処理しておきました。次にフロントフェイスをこのカスタマイズドプロトタイプのフェイスに改造していく工程です。まずはゲート処理を320番、800番、1500番と順に番手を上げつつ整えていきます。次に 2mm のプラ棒をカットしたものをフロントバンパー中央に取り付けたいので、 R に合わせて手で曲げていき、瞬間接着剤で裏面から接着。接着が固定したらシアノンで補強しておきます。しっかりプラ棒が接着できたことを確認し、次はシアノンで造形です。実写画像と見比べつつ、各部の段差とくぼみをシアノンで大まかに埋めていきます。大まかに造形できたら次は削り込みです。実写画像では下の開口部の幅が広く、上の開口部は現状の幅、上下開口部ともに正面から見て斜めに開口されており、なおかつセンターを境に下のデザインはくぼんでいるデザイン。開口部は電動リューターでざっくり削り込み、ダイヤモンドヤスリで角部分を決め、最後にペーパーヤスリの320番から1500番と番手を上げつつ滑らかにしていきました。あとはグリルを 3D で起こし作り上げていくつもりです。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボホワイトを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、
何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。